憲法は正しいか美しいかというのは、私が中学校の時に教わって、私自身もそう信じてたりしたことがあります。で、大学に入ってどうなったかというと、正しいか美しいかということを考えてる暇があったらということで、判例とか政府見解とかを一生懸命覚えるということで時間が費やされました。これが典型的な法学部の学生です。皆さんが法学部来た時に同じように詰め込みをするかというと、私はそうは考えてません。皆様には考えてもらおうと思います。よく自分の頭で考えて理解してもらおうと思ってます。これ日本国憲法の前文の第一文です。随分長いです。主語があって日本国民はってあります。でその後述語が緑色で行動し、確保し、決意し、宣言し、そして確定する。随分長いです。主語が一つに約束事が5つもあります。随分盛りだくさんですけれども、これ国語で言うと詰め込みすぎということですね。文章は非常にいい文章ですので美しいです。これ文章用意しちゃいますね。意味分かってなくてもなんとなく分かった気になるということですね。こういう文章作っちゃいけないんだと国語の先生だったら言うと思います。よく分かる文章にしなくちゃいけないわけですけれども、ではどうしてこんな文章になったかと、それからそれぞれの持つ述語の意味というのをじっくり深いですから考えていってもらいたいわけですが、これを法学部では勉強してもらいます。考えてもらおうと思っています。法学部の学部は法律学科と政治学科とありますね。法律学科というところは法律の運用、実際のところを学ぶ、判例を学ぶ。政治学科というのはその法律ができる過程というかな、その背景というか、社会の成り立ちを覚える。皆さんやどこの学科に行こうと両方とも勉強してもらいたいと思います。できますと弁護士になるとかジャーナリストになるとか公務員、いろんな職業に就けます。でここが一番のポイントなんですけれども、そういう資格を取れればいいんです。でも資格なくたって法学部の学生きちんと勉強して卒業するとですね、リーガルマインドって言いますけれども、法律的な頭、それから政治的な勘という、これは必ず育ちます。そうしますと皆さんは社会に出てって仮にお隣さんと争い事が起きたり、それから労働災害とかいろんな場面に直面してもですね、専門家お金かけて雇わなくても大体法律どこに問題があるか、どこにこの今の問題の鍵があるかというのは大体分かりますね。これ社会に出てってすごく役に立つという意味で、法学っていうのは法律学、政治学っていうのは社会に立つ実学って言いますけど、正しいか美しいかこれもじっくり考え論じる。そして実学、役に立つ学問を勉強してもらう、そういったことをしてください。